2025年1月29日、ハンガリー・ブダペスト。街中の防犯カメラが一人の犯罪者の姿を捉えました。冬空に日差しが差し込む中、ベージュのロングコートを揺らし街を歩いていた背の高い男。目出し帽で素顔を隠し、その手には黒いヘルメット。ゆったりとした足取りで石畳を進むその男は日常の風景に溶け込んでいました。しかしここからの男の動きは明らかに不審だったんです。男は白い壁のアパートの前へたどり着くと、持っていたヘルメットをかぶり建物の中へ。どう考えても室内で過ごすための格好ではないその姿で、彼はアパートのある一室を目指したんです。それから1時間ほどしてそそくさとアパートを後にした男。彼が訪れたばかりのアパートの部屋では、日本人の元妻が燃やされていました。フルフェイスで姿を隠し元妻を殺しに来た男。無残にも殺されてしまった日本人妻と男の確執とは。女性は男に恐怖を抱きながらも、そのアパートからは出られなかったんです。おのすけちゃんです。闇由美子です。というわけで、闇子さん、これはヘビです。ヘビ。何よ、ヘビがどうしたの？かつてあだ名オロチマルと呼ばれてた闇子さんね。いや、呼ばれたことないです。僕最近YouTube でね、ゾウが苦しんでる動画が出てきて、どうやらゾウがブラックマンバっていうヘビに噛まれてぶっ倒れたみたいな。世界で一番危険なヘビらしい。現地のツアーガイドに言われるんだって。もし目の前にブラックマンバが現れた瞬間、もうあなたは諦めてくださいって言われるの。めっちゃ怖くない？なんでそいつがさ、地球を支配してなくて私たちが繁栄しちゃってんの？俺らが頭いいからね。あんたが言うと腹立つわね。というわけで今回はハンガリーで起こった日本人女性の殺害事件をご紹介します。この女性は元夫に命を狙われ、日本に帰りたいと思ってたんですけど、現地のね、法律に阻まれ、志の道中で元夫に殺されてしまったんです。そもそもさ、日本人なのに日本に帰れないってどういうことなの？それ。これ本当にそう思うんですけど、事件のね、全容を知れば、皆さんもきっと彼女は救えたんじゃないかって思うはずなんです。事件の日、現場アパートから突如上がった火の手。そこへ駆けつけた警察は、かなりずさんな対応をしてしまうんです。火災の正体。2025年1月29日、ハンガリー・ブダペスト。消火活動を終えた消防隊員は現場のアパートへ足を踏み入れると同時に思わず顔をしかめました。これはひどい。消防隊員の視線の先には黒焦げになった一人の女性が。亡くなっていたのは日本人のシングルマザー、長谷川みどりさん。寝室へ続く廊下でうずくまる彼女の手はパスポートの申請書を握ったまま硬直していました。その後駆けつけた2名の警察官はわずか15分で現場検証を終了。火災の原因は寝タバコによるものと発表されたんです。しかしみどりさんをよく知る隣人は警察のその発表に眉を潜めました。なぜならみどりさんはタバコを吸わないから。いや、おかしいじゃない。タバコ吸わない人んちでさ、寝タバコの不始末でみたいな理由になるわけないじゃん。SNS でもみどりさんのこの事件に関するハッシュタグが付けられるくらい、警察のずさんな対応には非難が相次いだんです。みどりさんがタバコを吸わないこと以外にも、現場にはこの火災の事件性を示す事実が複数残されていました。こじ開けられた玄関の鍵にタバコが燃え広がったものとはまた違う床に残された焦げ跡。室内からはガソリンの成分が検出されたほか、みどりさんの遺体には首を強く絞められた跡も。この一件が単なる火災ではなく放火殺人であることは明白だったんです。結局みどりさんの隣人が地元テレビ局に寝タバコはありえないとリークしたことで警察に圧力がかかり、事件は再捜査の運びに。警察がアパートの防犯カメラを確認すると、そこには確かに不審な人物が映されていました。出火直後、ベージュのコートに黒のフルフェイスをかぶった姿でアパートを後にしたその男。捜査の結果、男はみどりさんの元夫、アイルランド人のデイビッドであることが判明。こうして事件から5日後の2月3日、ハンガリー当局は彼を計画殺人の疑いで逮捕するんです。捜査がずさんすぎてびっくりするわよ。これ遺体に首絞められた後あるんでしょ。どうやったら事件性はないなんて判断になるわけ？これだから隣人がリークしてなかったらうやむやになってたわけじゃないですか。恐ろしいですよね。みどりさんはアイルランド人の男と国際結婚していたんですが、この2人の間には一体何があったんでしょうか。崩れていく関係。2013年、みどりさんは31歳の頃、夫のデイビッドと2人でブダペストへやってきました。2人はアメリカへの留学中に大学附属の語学センターで知り合った仲。大学卒業後に結婚し、デイビッドの仕事の都合でアメリカ、スイスを転々とした後、ここブダペストへたどり着いたんです。そして
緑、よく頑張ったね。僕たちの子供は本当に可愛いな。うっとりした様子で生まれたばかりの我が子を見つめるデイビッド。二人の間には長男、長女が続けて生まれ、そのアパートでの生活はみるみる賑やかになっていきました。たびたび子供たちを遊びに連れ出していたデイビッドは、友人たちから見ても非常に小煩悩な父親。SNS にも子供たちとの写真が並び、国際色豊かな一家を多くの人が微笑ましく見ていました。しかし実はそうしたデイビッドの振る舞いには裏があったんです。彼は確かに子供たちを頻繁に遊びに連れて行っていましたが、問題だったのはその遊びは。どうだ、本物の銃はすごいだろう。そう、デイビッドはまだ幼い子供たちを射撃場へ連れ出しては頻繁に本物の銃を見せていました。それだけならまだいいのですが、彼は違法に入手した銃や実弾を自室に隠し持っており、子供たちに触らせることもあったといいます。それらの行動はデイビッドがただガンマニアということではなく、彼の内に秘めた暴力性を表していました。後から分かった話ですが、彼は自宅の PC の中に殺したい人物リストを保存していたんです。デイビッドは両親との関係が悪く、彼らをリストに加えていたほか、実際に殺すぞと怒鳴りつけることも。みどりさんとの結婚生活は当初こそうまくいっていましたが、その暴力性の矛先が彼女に向かうのも時間の問題だったんです。結婚生活の中でなんか関係性がこじれるようなことがあったのかしらって思って見てたら、夫もともとヤバいやつじゃないこれ。一緒に暮らしてみないとわからないもんですよね。この後みどりさんに対しても本性をあらわにしたデイビッドは、家族に対し目に見えて支配的に振る舞うようになるんです。ハンガリーでの生活が5年ほど続いた2018年頃、デイビッドは唐突にこう切り出しました。今後、家族の金は俺が全て管理する。夫の突然の言葉に理解が追いつかずにいたみどりさん。デイビッドは彼女に確認も取らず、夫婦で管理していた口座をすでに解約していました。さらに、家族全員分のパスポートが金庫に移され、彼の許可なしでは持ち出せない状態に。みどりさんに対して支配的に振る舞い出したデイビッドは、喧嘩になるたびに家具を壊し、首を絞めるなどの暴力にも訴えました。この人とこのまま一緒にいたらいつか大変なことになる。みどりさんはデイビッドと離婚し、子供たちを一刻も早く彼から離したいと考えました。しかしここで障害となったのが、子供の連れ去り防止のための国際協定ハーグ条約だったんです。ハーグ条約って何よ。なんで DV してる夫からさ、子供を引き離せないみたいな、そんな法律ある？このハーグ条約っていうのは、国際結婚をした夫婦がどちらかの祖国に子供をね、無理やり返すのはできないよっていう条約なんです。そしてこの条約はかなり強制力が強いんです。というわけで本日のメトラキーワード、ハーグ条約について。ハーグ条約とは、親による子供の国際的な連れ去りを防止するための国際協定のこと。ハーグ条約では、どちらの親が親権を得るかが決まらないうちは、もともと暮らしていた生活環境から子供を動かすべきではないとされているんです。そのため、連れ去りが発生した場合、その子供は原則、元いた国へ返還しなければならないと義務付けられているんです。日本も2014年にハーグ条約に加盟しており、近年は子供を連れて帰国した日本人が外国人配偶者から誘拐罪で訴えられるケースが増加。この条約は非常に強制力が強く、みどりさんのようにDV 被害から逃亡しようとしている場合でも正当な理由とは認められにくいんです。夫婦の関係悪化に伴い、2023年にはみどりさんとデイビッドの離婚が成立。しかしハンガリーは離婚後も両親それぞれが親権を共有する共同親権が基本となっているため、子供を連れて日本へ帰国することは叶いませんでした。デイビッドはみどりさんが一時帰国しようとしただけでも連れ去りだと騒ぎ立てる始末。転校届や住民票の変更にも訴訟をちらつかされ、みどりさんは離婚しているにもかかわらずハンガリーを一切出られずにいたんです。2023年7月にはみどりさんが単独親権への切り替えを申請しますが、デイビッドは子供のパスポートを金庫に隠し、裁判所の審理を妨害。子供との面会方法の合意がまとまりかけた際も、デイビッドはみどりさんが帰国を諦めていないことに腹を立て、最終的な署名を拒否しました。この直後、デイビッドはみどりさんに次のようなメールを送信。お前はゆっくり苦しみながら死ぬ。この脅迫メール以降、彼の嫌がらせはみるみるエスカレート。子供との面会を名目にアパートへ来ては、監視カメラの死角でみどりさんを威圧。アパートの共有 Wi-Fi の履歴からみどりさんのネットのアクセス履歴を探ったり、彼女のノートパソコンを盗んでいってしまうことも。その中でも特に異様だったのは、アパートの窓際に見慣れないドローンがホバリングしてきた時のこと。この時、みどりさんの子供は確かにこう言ったんです。ねえ、パパがドローンでママの携帯を見てたよ。彼が怖い。いつか殺されるかもしれない。デイビッドによる完全な包囲網にみどりさんはこの後最悪の事態を想像せずにはいられなかったんです。デイビッドは子供たちを手放したくないわけでしょ、でもド
ドローンまで使って監視してくるなんて子供たちもドン引きよ、こんなん。子供たちを可愛くて手放したくないっていうよりは、親権を自分がね、持つことによって、妻より上の立場なんだよっていうのを見せつけたいっていうだけのように感じますよね。この後、みどりさんは、かつて愛したその男の手によって、最悪の結末を迎えてしまうんです。握りしめた切符。ドナウ川のほとりに立つアパートの一室でソファーの上で身を縮めうなだれていたみどりさん。部屋の壁には画用紙に描かれた家族4人の笑顔。必ず日本に帰る。子供たちを守るのよ。心の中でそうつぶやいたみどりさんの手にはパスポートの申請書が。何が何でも家族をブダペストに縛り付けようとする元夫の姿が脳裏に浮かび、その紙を持つ指先は震えていた。その時だった。玄関ドアから響く金属同士が擦れる音。しばらくするとそのドアは強引にこじ開けられ、黒のフルフェイスにベージュのコートをまとった男がそこに現れた。お前はゆっくり苦しみながら死ぬ。聞き覚えのある言葉を発したその男は紛れもなく元夫のデイビッドだった。彼が入室して間もなくブレーカーを落とす音が響き、室内は暗闇に包まれた。みどりさんはただソファーの上で震えていた。そんな彼女に早足で近づくデイビッド。暗がりの中で伸ばされた彼の手はみどりさんの首筋に食い込んだ。彼女は必死でデイビッドの手を引き剥がそうとするが、次第に視界はぼやけ、意識は遠のいていった。みどりさんが息を引き取った後、デイビッドはその場にガソリンをまきました。そして皿洗い用のスポンジに燃料を染み込ませると、それを新聞紙の山に放り火を放ったんです。その後すぐに部屋を出て非常階段を降りアパートを後にしたデイビッド。黒のフルフェイスにベージュのコート姿の彼がアパートから出ていく姿は監視カメラに鮮明に記録されていました。さらにその10分後の映像には、炎を見上げる人混みの中に同じコート姿の男が。現場から即座に逃走し、消防車のサイレンに混じって現場へ戻る恐ろしく周到なアリバイ工作でした。ブレーカーが落とされていたため、みどりさんの部屋の火災報知器は作動せず、近隣住民が避難指示で外へ出る頃にはアパート全体が煙で覆われていました。結果として長時間炎にさらされることになったみどりさんの遺体は見る影もない状態となってしまったんです。10歳の長男と7歳の長女は学校へ行っていて不在でしたが、母親の訃報を知った2人の絶望は計り知れません。デイビッドはさ、このまま犯行がバレなかったら、そのまま子供たち2人を引き取るつもりだったの？いや、そうだと思いますよ。子供たちの母親を殺したその手で子供たちを育てようとしていたんだと思います。逮捕された元夫のデイビッドについては2025年5月現在、警察が起訴準備を進めている状況。犯行は計画殺人とみなされており、有罪となれば10年以上の懲役刑または終身刑もあり得るとされているんです。みどりさんの長男と長女はハンガリーに近親者がいないことから、現在は一時的に里親の下で保護されています。プライバシー保護のため詳細は公表されていませんが、今後は父方母方の祖父母のいずれかが引き取ることで双方合意しているんです。また今回の事件はデイビッドの元妻への必要な嫌がらせもさることながら、公的機関の対応も大いに問題視されました。みどりさんはデイビッドから脅迫メールを受け取った際、その内容をプリントアウトして警察へ届け出ていますが、家族間のトラブルは民事だからと門前払いに。そのまま帰るのが怖かったみどりさんは必死に抗議したと言いますが、それでも証拠不十分とされ被害届は受理されませんでした。大使館にしても子供を連れて日本に帰りたい旨を何度も相談したみどりさんに対し、相手の同意が必要と繰り返すばかり。公職の人間が法律と制度によって思考停止の状態にあったために、みどりさんは元夫の魔の手から逃れる手段を奪われてしまったんです。炎に包まれながらもみどりさんが握りしめていたパスポート申請書は灰になってもなお次の問いを突きつけています。子供の暮らしを守るために作られたハーグ条約によって子供やその親が危険にさらされてしまうことがあっては本末転倒。子供の生活環境が急に変わってしまうことを良しとしないあまり、 DV 被害者の逃亡さえ認めないその条約をあなたはどう思いますか？